繰り返しこの地球に生まれては苦しみ、もはや正常な判断ができないまともではない精神状態に陥ってしまっているのがこの地球上なのです。毒の沼にはまり地獄へ GoTo している状態が目の前にある。いえ、今地獄真っ最中であることにも気づかない、気づけない惨状であります。このことについて法華経ではこの地球を3階の極と表現したり、火事で燃え盛る家に例えて説明しています。その恐ろしい家の中で火事に気づかず遊んでいる、地獄にいることにも気づけない状態なのです。では詳しくその状態を確認してみましょう。ここから先は私が読んだ文献からの引用ということで少し危険な内容となっておりますので、あくまで一つの仮説としてお聞きください。第二次世界大戦と言われている戦争で日本が敗戦し、アメリカに占領されてから日本人が二度と立ち向かわないよう、じわじわと気づかれないように洗脳されてきたという説があります。 3S 政策という言葉を聞いたことがあるでしょうか。頭文字が3つの S なので 3S です。スポーツに熱中させて注意をそらす。スクリーン、映画やテレビが真実であると思い込ませる。セックス、性産業のこの3つを元として大衆の関心を政治に向かないようにする政策のようです。この基本的な政策の上に地獄のような惨状が生まれていると考えると、辻褄が合ってくると感じるのは私だけではないはずです。その上に様々な問題が増加しており、就職難、非正規雇用の増加、失業、貧困、人間関係、家庭内暴力、自死、病気、がん患者の増加、ワクチン問題、薬害問題、農薬問題、食品添加物問題、電磁波問題、戦争と挙げればキリがないですが、この地球上においてまさに生き地獄を味わっている人がいるという事実は間違いないでしょう。幸せな家庭も一瞬で地獄となります。早く逃げて安全なところで穏やかに過ごすのが前回お話しした輪廻の最終目的です。しかし巨悪がはびこり、悪魔魔民が長領ばっこするこの状況下ではほぼ無理ゲーです。残念ながら有史以来このシステムは変わっていないと推測いたします。では仮にチャンスがあるとしたら、どうやってこの地獄を抜け出せばよいのでしょうか。坊主チャンネル。仏教的な話から言えば、供養が必要不可欠ということです。お坊さんにお経を読んでもらったり、自分でお墓参りしたりすることでその人の善行となり、人間界ではない地獄はこの方法で助かると説かれています。よってお葬儀や法事というのは必須なわけです。まるで坊主の金儲けのように思われてしまったらいささか不本意ですが、私自身が本当にそうだと思っているという話ですので、どう判断されるかは皆様一人一人のお考えに委ねます。ここで一つ例え話をしてみましょう。芥川龍之介の蜘蛛の糸というお話をご存知でしょうか。知らないという方のためにあらすじだけご紹介させていただきます。釈迦はある日、極楽を散歩中に蓮水家を通して下の地獄を覗き見ました。罪人どもが苦しんでいる中に神田田という男を見つけ、神田田は殺人や放火もした泥棒でしたが、過去に一度だけ良い行いをしました。それは小さな雲を踏み殺しかけてやめ、命を助けたことでした。釈迦は彼を地獄から救い出してやろうと、一本の蜘蛛の糸を神田田めがけて下ろしました。天から垂れてきた蜘蛛の糸を見た神田田は、この糸を登れば地獄から出られると考え、糸に捕まって登り始めました。ところが途中でふと下を見下ろすと、罪人たちが自分の下から続いてきます。
このままでは重みで糸が切れてしまうと思った神田田は下に向かって大声で「この雲の糸は俺のものだぞ、降りろ降りろ」と叫びました。その途端雲の糸が切れ、神田田は再び地獄の底に落ちてしまったのです。無慈悲に自分だけ助かろうとし、結局元の地獄へ落ちてしまった神田田を見ていた釈迦は悲しそうな顔をして蓮池から立ち去ったというお話です。このようにチャンスというものは誰にでもあるのです。全く善行を積んでいないという人はほとんどいないでしょう。私がお釈迦様だと言っているわけでは決してございませんが、雲の糸に例えるなら何かヒントになる手助けのような動画にできたらなと思っております。ではその内容を詳しく説明してまいりましょう。坊主チャンネル。法華経に不全世間法如蓮華在水という言葉があります。この世の法に染まらないで泥沼に咲く蓮華のようになろうといった意味です。まずこの世間の法というものがわからなければそれに染まらないということはできません。たとえ雲の糸を発見したとしても登れない、登らないのと一緒ですよね。その世間の法というのが地獄を作り出していると考えることがそこから抜け出すチャンスと言えるかもしれません。先ほどお伝えしたさまざまなジャンルでの地獄ですが、それを作り出してきた一族、またその取り巻き組織があると言われておりますが、固有名詞はここでは控えさせていただきます。国民をたぶらかし病気にさせ奴隷のように働かせ搾取する。賢明な方は何の話をしているのかもうお分かりだと思います。そして知らず知らずのうちにそれらに加担し罪を犯し続けている方も多いでしょう。この日本ももはや取り返しのつかない状態に陥っていると言っても過言ではないと言えます。何度も言いますが、この地獄から脱出するにはまずこの状況に気がつくこと、そして行動に移すこと、実践ですね。極端な言い方をすれば、もし仮に世界中の人々がこの論に賛同し行動に移したとしたら、この地獄は一瞬にして霊山浄土となるのではないかと私は思っています。これをシャバ即寂光と言います。みんなで仏道を歩むことにより悪魔魔民でさえ仏の道を歩みたくなるようにしていくほかありません。壮大な話になってしまいましたが、普段の生活の中で少しずつでもできることです。輪廻にもエコーにも通じますが、まず状況を把握し、三毒を解毒して自分の心を地獄から解放し、次に近しい人にこのことをお伝えしてみてください。きっと少しずつでも心と体の環境は地獄を抜け出せるはずです。チャンネル登録お願いいたします。今回は地獄についてお話をさせていただきました。地獄とは小さいところでは自ら生み出す状態、また大きなところでは生み出している者たちがいるということですね。知るということが幸せへの一番の近道です。共に精進いたしましょう。すべての話はつながっていますから。お酒が大好きなお坊さんはこの辺で Go to Hell とさせていただきます。乾杯。